Hello, it's Maho. In 2023 August, I visited 5 Europe countries from Japan Narita Airport. 本日8月4日2時46分、成田空港に来ています。第1ターミナルです。今日からヨーロッパ5カ国、旅行行くんですけど、1年ぶりに成田に来て、去年とは全然違う賑わいっぷりです。去年はね、閉まってるブース、カウンターすごい多かったんですけど、お店とかも。やっぱり、外国人、旅行客の人が多いんですけど、すごいですね。今日は平日なので、お盆休みには被ってないので、そんなに混んでないといいなぁと思ってますが、自動チェックインの機械に並んでる人たち結構います。私は、今回オランダ航空でカウンターが C ですね。第1ターミナルは主に、スカイチームと一部の LCC が入っているみたいです。今回ラウンジは ANA と大韓航空がプライオリティパスで使えるので、チェックイン済ませて出国したいと思ってます。無事に出国を終えまして、やっぱり去年よりお客さんすごい多いですね。今から KAL ラウンジに行きたいと思います。スカイチームの、いろんな会社の上級会員の方が使えるラウンジにプライオリティパスで入りたいと思います。成田第1ターミナルで最初に入ったのは KAL ラウンジ。初めて入りました。期待していた食事については、カップ麺やおにぎり、クッキーなどのみで、その場で調理するような食べ物がなかったのがちょっと残念です。ラウンジでは食べ物を満喫したかったので、すぐ KAL ラウンジは退出し、アナラウンジにでも入ろうかなと外を歩いていたところ、偶然プライオリティパス用のラウンジがこちらにありますという縦看板を見つけました。なんとオープンしたばかりの IASS スペリアラウンジ NOA というところに入ることができました。こちらはカード会社の上級会員向けラウンジだそうで、広さはやや狭いものの、他のラウンジと違って内装も食事も和にこだわっておしゃれに作られているのがわかります。食事もひじき、野菜の煮物にすき焼き、わらび餅など完全に和テイストで作られていて、なおかつ美味しかったので、出発前に美味しい日本食を食べられて大満足です。結局 ANA ラウンジには行かず、ここで出発ギリギリまでのんびり過ごしていました。私はお酒がほぼ飲めないのですが、ビールや日本酒、おつまみまで置いてあって、外国の方も多く飲食を楽しんでいる様子でした。KLM の機内に入りました。今回行きだけ少しお金を払って座席をエコノミーコンフォートにアップグレードしました。この席は前後のシートピッチが普通より少し広い座席です。今回の行きのルートについておさらいすると、成田からインチョン空港を経由してアムステルダムに到着します。このルート、成田の出発時刻が18時で、アムステルダムの到着は翌日の朝5時半、時差が8時間あるので、フライト時間はトータルなんと 19.5 時間となっていて、最初はすごくびっくりしました。見ての通り、機内ビデオがすごく個性的というか、とってもおしゃれで、オランダ名産品の調べたところ、デルフト陶器というものをモチーフにしているようだったので、こちらを流しながら話を続けたいと思います。インチョンでの乗り継ぎ時間はだいたい2時間なので、17時間半も座席に座っていることになります。ヨーロッパは普通直行便で8から10時間、乗り継ぎがあってもせいぜい14、15時間もあれば到着するのがこれまでの普通のルートですが、
現在は戦争の影響でロシア上空を飛べない迂回ルートとなっているので、こんなに時間がかかってしまうようです。帰りのパリから日本への直行便も14時間ぐらいの予定だったと記憶してます。こういう超ロングフライトだったので、少しお金をかけてでも席が広い方が快適に過ごせると判断して座席をアップグレードしました。結果的に大正解だったと思います。隣にベルギー人で日本にも血縁があるというご家族がおり、おすすめのベルギー観光地を聞いたり、日本の印象を聞いてみたりなど、会話が盛り上がって楽しく長いフライトを過ごすことができました。韓国までわずか2時間のフライトなのに機内食が出たのにはびっくり。謎の中華丼でした。インチョン空港の第2ターミナルに着きました。事前に調べたところ、この第2ターミナルは新しく作られたみたいで、今回オランダ航空とエールフランスの共同便なんですが、スカイチームのターミナルとして使われているようです。でこのトランスファーに従って移動してるんですが、なんか同じ飛行機に戻るみたいで、荷物はでも全部持って出るようにと言われました。乗り継ぎの時間は2時間あるのですが、一回外に出て入国とかそういうことする必要はないので、多分時間は余るんじゃないかなと思います。今8時半なので、10時半だからちょうど2時間ありますね。なんかショップとかラウンジとか入れるラウンジがやってるといいなと思いつつ、とりあえず向かいます。10時50分 KL862 アムステルダム行き。あと2時間あるので、ちょっとお店を探そうと思います。次の飛行機がこの242で、現在地がここなんですけど、ここの249の上からマッティーナラウンジっていうのがプライオリティパス対応のラウンジらしいので、夜10時までだからあと1時間ぐらいですかね、オープンしているみたいなので行ってみようと思います。フードコートとかトランジットホテル、セブンイレブンなんかもあるみたいですね。夜ですごい人が少ない。フライトももう残り少ないので、人も少なくてお店も結構閉まっちゃってるんですけど、探索してみようと思います。これですね。マティーナ。でもゴールドって書いてあるから、ここなのかな ?2 つあるみたい。ゴールドと普通の方。こっちは上級会員向けのなんかラウンジなんですかね。すごい人が全然いなくて、高級レストランみたいなラウンジです。ちなみに下はロンシャン、MCM、グッチ、サンローラン、ボッテガ、オメガ、シャネル、トリーバーチトゥミ、高級免税店がまだまだやってますね。やっぱ時間も遅いからということもあると思うんですけど、なんか成田に比べるとだいぶ静かです。ラウンジだと思うんですけど、ウォークフィルラウンジって書いてある。全然空いてますね。ここ入れたらいいな。ちょっと食べ物とかレポートしたいと思います。ちょっとさっき読み間違えたんですけど、ウォーカーヒルって書いてあるんで、多分カジノとかやってるところが運営してるのかなと思いますが、入ってみようと思います。見てください。この食事の充実っぷり。インチョン空港の新しい第2ターミナルにあるウォーカーヒルが経営するマティーナラウンジでは、食べ物の充実ぶりが特に際立ちました。その前に何といってもラウンジの広いこと。行った時間はほぼガラガラでしたが、数百人くらいは入りそうな規模でした。出発の時に成田のノアラウンジで和食をいただいて、機内食はここで食べるためにほとんど食べなかったんですが、どうやら正解だったようです。味見程度ですが、いろいろいただいてきました。韓国料理らしいものはあんまりなくて、強いて言うならデザート類がちょっとだけ韓国っぽいかなという見た目の印象がありました。カラフルでとっても美味しそうです。
中央のドリンクバーに辛ラーメンなどのカップ麺がありましたね。ただいまの時刻は夜10時。見渡す限りは全部お店が閉まってます。みんな9時に閉まってるんでしょうね。で、ラウンジも9時半が最後のチェックインで、10時までには出てねっていうふうに言われたので、今、ゲートの方に向かっています。新しい空港なだけあってすごい綺麗ですね。ラウンジとっても居心地よかったし、最初ちょっとデザートを映え重視で取っちゃったんですけど、普通にその後、なんて言うんだろう、水餃子じゃないけど、そういうなんか肉が入ったやつと、あと鶏の衣つけて揚げたのに甘辛のタレがついているようなやつとか食べたら普通に美味しかったので、でサラダもなんかフレッシュなサーモンサラダとか、なんかお肉が入ったサラダとか、パスタサラダとかいろんな変わり種のサラダがあったので、ここのラウンジ、マティーナラウンジ、すごくおすすめです。プライオリティパス持ってる人はぜひ行ってみてください。大きい免税店も閉まってますね。おとなしく次のフライトを待ちます。We now invite our passengers in Zone 4 to proceed on board. All other passengers are requested to remain seated. Thank you for your cooperation. Try to catch up with my Try to catch up with my Try to catch up with my Catch up with my This surely was a good sign Despite of everything I saw オランダに到着しました。今の時間は朝の5時24分です。始発がまだ電車が通ってないみたいなので、しばらく荷物を受け取ったらちょっと電車を待たなきゃいけないみたいです。イミグレーションを出て荷物を取ってまっすぐ行くと市内の中央駅に向かう駅があります。これがチケット買うところみたいですね。アムステルダム空港から中央駅へ向かう電車に乗りました。I arrived at Amsterdam Airport and rode a train to the Central Station. The theme of this trip is train travel, and I will visit all 5 countries by train. It starts in Amsterdam and goes to Rotterdam, Antwerp, Brussels, Cologne, Luxembourg, and Disneyland Paris. 今回ヨーロッパには12日間のお休みを取ってきたのですが、メインは何といっても列車移動の旅。スケジュールをご紹介すると、まずアムステルダムからロッテルダム、次にベルギーのアントワープを経由して首都のブリュッセルに拠点を移します。でブリュッセルから日帰りでドイツのケルンやルクセンブルクに行き、最後はパリに移動してディズニーランドで遊んでからパリのシャルル・ド・ゴール空港より帰国予定です。国境を越える列車についてはルクセンブルクだけは例外ですが、他はタリスという日本の新幹線のような特急を事前にネット予約してあります。他は IC、インターシティという電車で自由にタイミングを決めて移動できることになっていますが、ほとんどの都市に 1,2 日しか滞在しないので、私のチャンネル名の通り詰め込みの列車旅となります。次回の Vlog はアムステルダム観光編となります。オランダのグルメや水上都市とも呼ばれるアムステルダムの運河を巡るツアー、そして偶然見ることのできたイベントの様子などをお届けしたいと思います。次回もお楽しみに。ではでは。